みりんのね糖分とかがこう結構キャラメリゼされてきてる、いかにも美味しそうな親子丼だなっていうのが出来上がっていきますから、最高にうまい。されども皆さんいかがお過ごしですか。今日はですね、僕が作る至って普通の親子丼紹介していこうと思います。なんで普通のね親子丼を今になって動画にするかっていうとですよ、常連さんがですね、普通に親子丼作ってるの見たことないから見たいと言ってくださったんで、これはもうやるしかないかなと。めちゃめちゃ普通ですからね。めちゃめちゃ普通なんですけど、僕にとって普通なだけなんで、もしかしたら見てる皆さんにとってはちょっと新鮮かもしれないポイントがねいくつかあるかもしれないんですよ。これ聞くとね、動画最後まで見ようって思っちゃうでしょ。その通りなんですよ。どうぞ最後まで見てってください。じゃあやっていきましょう。はい。で、今日の材料紹介です。鶏もも肉1枚ですね。調味料ですね。醤油、酒、みりん。これはほんとスタンダードに1対1対1ですね。レシピは概要欄に載せておきます。チキンコンソメ顆粒のもの、かつおだしの顆粒で大丈夫ですし、なんなら鶏ガラスープとかでも大丈夫です。で、玉ねぎですね。玉ねぎと七味唐辛子、三つ葉。そんなにね変わったものはないですね。スタンダードなんで。と卵、3から4ぐらい。はい、こんな感じでやっていきます。まずね、鶏もも肉の掃除ですね。個人的になるべくやった方がいいよっていう程度なんで、より良くしたいっていう時に参考にしてください。このね、こういうちょっとぶっとい筋とかがあるんで、こういうのは外します。そう、昔はね、僕もねあんまりこういうの気にしてなかったんですよ。料理を最初覚えたての時は。もうなんか先輩とかがやっぱりこう血管食べたくないでしょみたいな風にね言って、ちょっとね怒られたんですよ。だからそこからね、そういう考え方ねみたいな、血管を食べたくないでしょってすごくね未だに覚えてるんですよね。で、この足の先の方ですね、ここからこう足がこうあるから、ここにねこういう筋がね溜まってるんですよね。もうねどの筋取ったらいいか分かんないわっていう方、もうね筋の場所って大体決まってるんで、骨抜きで引っ張りながら外します。一応軟骨ただ取らなくても全然大丈夫です。食べてもねちょっとコリッとするぐらいなんで、こうちょっと逆さに包丁入れたりとかして、なるべく肉は取らないで薄く外すという感じです。肉とこのね皮の境目とかもね、油がね表面にこういますからね、こういうのもちょっと取ってあげたりとか、臭みと呼ばれるものを少しだけ除去してあげると、こんな感じですかね。で、皮をビューッと伸ばして、ちょっとねサクサク包丁を切れ込み入れときますね。そう焼くんですよ僕で、塩しておきますね。下味の塩、皮の方にも少ししましょうか。下味程度でいいです本当に。で七味もね少しだけもうここで身の方にかけちゃいます。香りですね。これで塩が馴染むまで、多分10分ぐらいですかね。他の材料を切ってる間にこのまま放っておきます。で玉ねぎはですよ、実際使うのは4分の1です。4分の1スライスしますね。食感楽しむぐらいだったら結構こう太めに切っていいと思うんですけど、そんなに食感別にっていう方はね、これぐらいの1、2センチ幅ぐらいですかね。で、三つ葉も葉っぱの部分はこうざっくりと刻んでおいて、茎の部分ですね、茎の部分をざっくりで、卵も割っておきます。で卵はめちゃめちゃ完全に混ぜ切るわけじゃないんで、白身のコシ切り切らないままになっちゃったりするんですよ。だからこうね、白身の部分だけ先にコシをある程度こう白身のところだけコシが切れたら全体混ぜるみたいな、こうさっと、ほんとこんな感じでいいですね。はい、これで OK。フライパンで焼いていきますね。オイルちょっとだけ入れます。でこれは一旦ね切り分けないでそのまま焼いちゃいますね。こう低いところから徐々に温度を上げて皮目焼くことで、じっくりとこうね皮と身の間の油もフライパンの外に逃がしつつ焼いていく、そんなイメージです。
でこのままね1枚で焼いてくんかいって感じなんですけど、これこの後切り分けますね。なんかね僕は1枚で焼いちゃうんですよね。先に焼き色も綺麗にこの方がつくんで、串とか使ってぐーっと押して、でここで香ばしく焼いて、その焼いた香りを親子丼の液体に移したいんですよ。もうちょいですかね、もうちょい香ばしく焼きたい。まあこれぐらい焼いちゃいましょう。お好みでねもうちょい攻めてもいいですけど、で一旦引き上げます。玉ねぎはね入れといて、玉ねぎにさっきの鶏の香りも移しましょうか。でここで一旦弱火でじっくりとこいつに火を入れつつ、鶏は切り分けますね。やっぱね親子丼に入るサイズって結構小さめだと思うんで、まずここ半分ぐらい、こんな感じで、あんまり均一じゃないのもねこう食べた時に当たり外れみたいなのがあって楽しいかもしれない。玉ねぎも少しだけ香ばしくしておきます。鶏のね香ばしさをほんとここにまとわせるぐらいなんで、まずは醤油がこうふつふつと絡まってきたなーっていう感じでお酒入れますね。もうお酒とみりんは同じタイミングでね、ちょっとここで煮ますね。煮詰めてちょっとね濃い状態にします。ここでこの後ねそれなりの量の卵入るんで、ベースがねちょっと濃いかなぐらいにしとかないと物足りないと思うんですよね。揺すりながら外側があんまり焦げないように、鍋の外側がだいたい液体が半分以下になるぐらい、こう鍋揺すってたらなんかこう結構泡が出てくるようになったなとか、そうするとみりんのね糖分とかがこう結構キャラメリゼされてきてる合図だと思うんで、映像だと伝わりづらいんですけど、若干ね液体が濃くなったんですよね、さっきより。で少しとろみがついてきたなっていう感じ、少しですよ、気持ちいい、そしたらコンソメの出汁入れちゃいます。コンソメの出汁入れたと同時にさっきのこのね鶏たち、なんかいいっすね、この焼き鳥っぽい感じ、マジでこのまだ赤みが残ってるところがいいな。でこれでこの液体の旨味を鶏にもに含ませていきますね。でこのねさっきの皮目焼いた焦げ目がね液体に移るんで、色も濃く仕上がってね、見た目にもねすごくこういかにも美味しそうな親子丼だなっていうのが出来上がっていきますから、もうちょい煮込みましょう。ちょっとだけここで味を見て、で今ちょうど液体がね、いい感じに煮詰まってきて、つゆだくでねご飯にも染みらせられるぐらいこう出汁がちゃんとある状態、これぐらいになったら卵を入れますね。卵はね3回ぐらいに分けた方がいいと思うんですよね。まず最初軽く全体に回しかける。で、蓋しますね。30秒から1分ぐらいですかね。まず最初のベースの卵に火を入れます。これでそうベースの卵に、ね、火を入れるんですよ。ここでさっきね刻んだ三つ葉の茎も入れましょうか。いいっすね、とろっとしてきて火も入ってきましたね。そしたらねもう一回かけますね。もうここからはね、僕は蓋しなくていいかなと思ってますね。最初の一発目だけで、あとはもうこのまま火入っていくのを待ちます。いいっすね、2発目ももう火が入ってきたんで、最後もう完全に火止めて余熱で最後の卵を入れます。はい、で蓋して30秒から1分ぐらい余熱で卵に火入れます。結構ねたくさんご飯よそいたくなりますよこれ。もう半熟が過ぎるこの親子丼、これっすよね。もううまそう。最後に、三つ葉っすね、ちょっと多めに。はい、完成です。うまい。さていいっすね、卵の具合も一番うまいね、一番うまいですね。
鶏肉が味染みてるんですよ。これこの卵自体にもこうほんのりね香ばしさが移ってるし、七味がねすごくバランスよく口の中に入ってくる感じでね、このね卵がねしっかりと火が入って味がはっきりしてる部分と、ちょっとこう半熟加減に仕上がった卵の層がね、これがまたね最高にいいんですよね。1枚で焼いてるから鶏のね肉汁もこう逃げ切ってないからね、鶏肉食べてもねすごく満足感高いんですよね。最高にうまい。はい、というわけで、僕が普段作る普通の親子丼でした。普通ではあるんですけど、僕なりにポイントがあって、鶏に七味唐辛子をマリネして、で1枚で焼くっていうことですよね。1枚で焼いて綺麗に焼き色をつけて、その後切り分ける。であとは、チキンコンソメ使ってますけどね、かつおだしとかで全然代用してもらって大丈夫です。ぜひつゆだくで半熟っていうのをね味わっていただけたら嬉しいです。参考にしてみてください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。はい、OK です。いや、そう話すのを忘れたんですけど、親子丼ってね、僕が最初の職場で先輩がね振る舞ってくれた親子丼だったんですよね。その日のねディナーがね暇でお客さん来なかったんですよね。来ない日だった時に先輩がいきなりね、普段怖いんですけど親子丼食うって言ってきていいんすか、食べたいですって言ってなんか作ったのがなんかあんな感じだったんですよ。僕ともう一人その先輩がいて、さらにその上の先輩が作ってくれたみたいな感じだったんで、2人前ちょうどね作ってくれて、美味しかったんですよね。やっぱいやすごいな先輩はって思いましたね。はい。